ナチス統制下のドイツ、ここに一人の女性がいました。彼女の名はイルゼ・ゴッホ。後に歴史へと名を刻む彼女は、強制収容所で自らの欲望のためにあらゆる非人道的なことを行っていました。さらに人間の皮膚を使い、あるものを作ったともされています。ごく一般的な家に生まれ、平凡な生活を送っていた一人の少女は、一体どこでナチスに足を踏み入れ、現代まで語り継がれるほどの悪女になっていったのでしょうか。それでは早速、彼女の生い立ちから詳しく見ていきましょう。イルゼ誕生。1906年9月22日、ドイツのドレスデンで、後のイルゼ・ゴッホ、マーガレット・イルゼ・コーラーの人生は幕を開けました。小さい頃の彼女はとてもフレンドリーで可愛らしい女の子でした。礼儀正しく、学校でも人気者で、誰も彼女が悪人になるとは思っていなかったはずです。15歳の時には会計学校に入り、後にそこでは会計係として働くことにもなりました。しかし、その頃のドイツ経済は第一次世界大戦敗北の影響でとても苦しい状況でした。イルゼも例外ではなく、貧しい生活を送っていたのですが、そんな時にナチスが労働階級の人々に対し、この経済不況からドイツは必ず脱却すると約束し、それに感銘を受けたイルゼは、1932年、ナチスに加入することを決めます。そして、ここから徐々に彼女はおかしくなっていくのです。1936年には、ザクセンハウゼン収容所で、看守兼秘書として働き始め、そこで指揮官として働いていたカール・ゴッホに出会いました。彼はイルゼの9歳年上で、犯罪歴などもありましたが、なぜかイルゼはその犯罪歴に魅了されていったといいます。また、カールはベルリンで刑務所長を務めていた頃、囚人が少しでもミスを起こせば、高熱のタールで背中を焼くというかなりの残虐行為も行っていました。そして、イルゼは彼が残虐行為をしていることを知っていたのです。ですが、彼女はその残虐性を恐れるどころか、むしろ愛したのです。1937年、二人はブーフェンバルト強制収容所に移ることとなり、ここでイルゼはカールの影響なのか、ひどい残虐行為を行うようになっていきます。恐怖の所長夫人。イルゼはブーヘンバルト強制収容所に移ってからは、多額の資金で建てられた大豪邸に住み、私利私欲の限りを尽くしました。皆には奥様と呼ばせ、家事も全くせず、贅沢三昧な日々。また、乗馬をするためだけに、囚人たちに巨大な広場を作らせたりもしました。しかし、時間が経つにつれ、彼女はこの裕福な生活に満足することができなくなってしまったのです。毎日退屈な生活を送っていたイルゼですが、彼女はある日、収容所に存在する一つの規則を知ることになります。それは、囚人が収容所内で少しでも指揮官の妻のことを見れば射殺してもいいというもの。イルゼはこの規則を利用し、とんでもないことをし始めます。目撃者によれば、夫のカールが留守にしていたある日のこと、イルゼは男性囚人グループを突然呼び出し、庭に並べ、そして彼ら全員を全裸に。そこでイルゼは服を脱ぎ、囚人たちを誘惑し始めたのです。囚人がイルゼの体を少しでも見たり、興奮したりすれば、看守がすぐさま囚人を連行、そして射殺。こうやって規則と囚人の欲を利用し、痛めつけることに快感を得ていたと言われています。ですが、この残虐行為にも飽きが来てしまい、今後、さらに恐ろしいことを行うことになります。人間ランプシェード。イルゼが囚人にひどいことを行っていた頃と同時期に、ナチスの収容所では
あらゆる人体実験が行われていました。もちろん、ブーヘンバルトも例外ではなく、イルゼは人体実験と称してあることを始めました。ある日、収容所内で乗馬をしていた彼女は、数人が入れ墨を入れていることに気づきます。そして、入れ墨が犯罪行為と何らかの関連性があるのか研究すべきと主張。彼女はすぐに収容所内を巡回し、囚人たちの肉体を吟味し、その中から入れ墨の入っているものを選びました。そして、すぐに殺害。しかし、なぜ彼女は入れ墨と犯罪行為の関連性を調べたかったのでしょうか。そこにはある裏の理由がありました。それは囚人たちを殺害する理由を無理やり作り、彼らの皮を手に入れ、その皮でオリジナルのランプシェードを作ることだったのです。クリスマスにはそのオリジナルのランプシェードを収容所役員にプレゼントしたとも言われています。欲を満たすために数々の残虐行為に及んだイルゼ。しかし、欲を満たす日々も長くは続かず、裁判にかけられることになります。悪女の終焉。1942年、イルゼ、そしてカールが起訴されました。容疑は、ブーヘンバルト収容所の資金横領、囚人たちに対する残虐行為でした。二人は裁判まで刑務所で過ごし、1944年に出廷することに。ナチスの判事は、イルゼがたとえ残虐行為、横領を行っていたとしても、収容所の所長であるカールの管理下で起きたことは、彼が責任を負うべきだと結論付け、妻に好き勝手させていたことを見逃すことはできないと主張。そのため、裁判官はイルゼに対する告発を取り下げ、彼女を解放することになりました。カールはこれらの責任を負うこととなり死刑に。1945年に射殺されました。まさかの判決で解放されることになったイルゼ。しかし、彼女は再び起訴されることになります。1945年といえば、第二次世界大戦が終焉した年で、勝利した国はアメリカ率いる連合国軍。アメリカ軍は戦後にブーヘンバルトの囚人を解放しました。そこで彼らは恐ろしい光景を目にすることになるのです。火葬場の前で横たわっている死体。8000人ほどを収容するスペースに8万人が詰め込まれていたり、ガラスケースに展示されていた内臓など、そして人間の皮膚で覆われた数々のコレクションなども。連合軍はこれらの悲惨な行為を目の当たりにし、長年にわたってブーヘンバルトに収容されていた囚人に証言を取ることに。そこでイルゼの残虐行為が明らかとなりました。そして彼女は再び起訴されることになり、裁判が行われることに。裁判でイルゼは、皮膚で作った作品は人間のものではなく、ヤギから取ったものであると主張しました。しかし、元囚人たちは収容されていた期間、ずっとイルゼに命令されて人の皮を剥いでいたことを明かしました。さらに、作らせた多くのものにはまだ入れ墨が残っていたのです。イルゼを有罪にするには十分と思われる証拠や証言でした。ですが、彼女はまたも釈放されることになります。それは、コレクションされていたものの写真は多くあったのですが、それを作ることを命じた証拠がなかったからでした。囚人たちのはあくまで証言に過ぎず、明確な証拠にならないとみなされてしまったのです。また、彼女がその時妊娠していたことも釈放の理由になったのかもしれません。こうして2度も釈放されたイルゼ。しかし、西ドイツ当局はこれを許しませんでした。再びイルゼを告発し、1951年に終身刑を言い渡しました。イルゼは無罪を主張しましたが、1967年、死だけが救いという遺言を残し、刑務所内で自殺。欲望にまみれた彼女は、孤独の中、最後を迎え、ひっそりとした墓地に埋められたそうです。